上手い人ほどですね、実は絵を描くハードルを下げてるよっていうような話をしたいと思います。実はね、もう絵を描く前に勝負決まってるんですよ、実は。もうその、下準備っていうんですかね。どのように取り組むかというですね、アプローチの段階で、実はもうね、完成まで決まってるんですよ。ね、添削をね、僕結構ね、塾生さんのやつをね、今日もしてましたが、やっぱりですね、なかなかうまく描けない人ほど難しいことをやってます。で、うまく描ける人ほど、簡単なことをやってます。簡単っていうのは、それやったらうまく描けるよねっていうことをですね、もう事前にやってるかやってないかなんですよ。で、そして、うまい形をですね、いっぱい描けばね、そりゃうまくなるんですよね。どんな形であれですね、うまい絵を描けばうまくなるんです。めちゃくちゃシンプルなんですね。うまい人ほどですね、全体を捉えるね、抽象的に見るとも言えるんですけれど、細かい部分を見ないで大まかに捉えるのがやっぱうまいんですよ。ね。描けないものは描けないんです。もう無理っす。もうだって描いたことないんだもん。ね。そうだったらどうやったら描けるかなって考えるんですよ。ね。でそのためには僕全然もうね、描けない頃は、自分で思いつかない頃は必ずなんか見ますよ。これ描きたいなって、これ描きたいななんですよ、本当。ね、最初の自主アニメなんかカードキャプターさくら第1話はもう何カットも入れました。あとね、エヴァンゲリオン最終回のですね、綾波レイが走ってくるやつですね。あとカウボーイビバップ1話も使ったな。あとフリクリの2番も使いましたね。ってな感じでですね、僕の最初の自主アニメなんて自分の好きなアニメのカットの継ぎはぎですよ。はい。そうやってまず下手くそな自分、何も書けない自分だけど楽しくできるようにもう最初から準備しとくんですよ。そんな下手くそな全く書いたことない素人の僕がね、どうやったらいい感じに書けるかなとね、まず書きたいじゃないですか、自分の好きなカットという思いがあり、なおかつ自分をどうやったら喜ばせることができるかな、なおかつそれはコスパがいいですよね。どんなに下手でも、絵が下手でも見ながら描けばなんとかなるんですよね。で、いい感じじゃんってなるんですよ。アニメサークル、アニメ系の中ではそんなんでもすげえ目立つんですよよく見えるんですよ。いい感じに見えるんですよ。それでもう十分なんですよ。それで最初はまずは、だって描けないじゃないですか、いきなりね。そうだからそんな描けない自分なんだけど、今まで経験値がない自分をどういう風にしたら楽しくモチベーションが維持できるのかも含めてですね、その自分を喜ばせるっていうことをですね、最初は考えましょうよ皆さん。そこからですね、徐々にハードルを上げていけばいいんです。他人を満足させようなんてね、無理ですよ。最初の頃はまず自分を喜ばせるので精一杯です。でそれがですね、ある一定敷地っていうのかな、達したところから徐々にこんなの書いてみたんだけどちょっと見てよと、これ面白いよねって、僕こんな風に書いてみたんだよ。でさらにその輪がですね広がって多くの人に見てほしいなと、でそれでお金をもらいたいなと、それを仕事にしたいなっていうのがプロですよ。なんかね、特定の誰かとは言いませんが、なんか聞いてるといきなりプロになろうとしてる人とかいるんですよ。なんでそうかなみたいな、そういうね、将来的に野望があってもいいし、そういう希望を持つのは全然いいことなんですけれど、なんでいきなりその高いハードルを自分で設定してそれになれなかった自分のことを卑下するかなっていうね、いうのは、結構感じますね。皆さんの話を聞くと、まずハードル上げすぎ、そして自分で勝手に無理ゲーにしすぎ。よくある無理ゲーパターンね。例えば資料 ABC というのを用意しますとね、実写のこのポージングを、キャラ B にさせて、そして C の髪型にするとプロでもうまく描けるかっていうことをですね、平気で皆さんやりますね。それはプロでも難しいです。なぜか今まであまり書いたことないのに、いやむしろ今まで書いたことないからこそ勝手にですね、難しくしちゃってるかもしれない自分でね。そういう意味ではね、アニメシルクの今ね課題で言ったらですね、もう斜めの顔って立体感がもう難しいんですよ。
ね。結局斜めの顔って半弧絵になっちゃうんです。添削結果のどこかにあったと思います。要するに平面の正面顔をただそのまま傾けたような、斜めにしたような、平面のままですよにしてしまう人が、まあ全体の半分ぐらいかなはやっぱりこれでした。で僕もそれでした。でこれ身も蓋もないんですけどね、もうアニメーション受講してるんだったら過去のその斜め顔の、添削結果バーって並べて、その中から自分がまあ描きたいキャラクター A があるとしますよ。キャラ A、 それに最も近い素体を見つけて、あるいはその下敷きに しやすいであろう添削結果を持ってきて、その上から乗っけちゃえばいいんですよ。そうするとですね、髪型とかね、服装とかちょっと違うでしょうよ、それはね。なんですけど、例えば正中線があったりとか、まあ素体の形は当然僕大体描いてますんで、素体の形も分かるし、そして目のね、今度画数を変えればいいんですよね。あと髪型をですね、その立体に合わせてですね描けばいいんですよ。これやっただけでもですね、簡単じゃないですよ、難しいですよ。だけどゼロからですね、今までちゃんと斜め顔っていうのがどういうものなのかね、描いたことない人がいきなり斜め顔をね描いてもですね、さっき言ってた平面の顔をただ傾けたようなものにしかないのは、もうこれね、みんなそうなるんです。自分が知ってる形の中でやりくりして絵を描こうとするからなんですよね。なのでインストールしない限りうまくならないんですよ、絵って。じゃあインストールするためにはどうしたらいいかっていうと、下敷きにしちゃえばいいんですよ。見ながら描けばいいんですよ。その時間がインストール してる時間なんですよ。質問あるんですよね。作品作りながらなんかインプットができません、どうしたらいいですかって。いや、作品作りしながらインプットすればいいじゃないですかって。だから作品作りイコール今までの自分の、知ってるもの、書けるものでやりくりしようとしてませんかっていうことですよね。いや、そうじゃなくて常に作品を作りながらもインプットすればいいじゃないですか。そうやって今まで書いたことないんだったら調べて書けばいいし、どうなってんだろうっていうのを分析しながら書けばいい。もちろん時間かかりますよ。だけど当時の僕、全然書けない僕からしたらやっぱり見ながら分析して書いた方がやっぱ早く書けるよね。無理でしょ、だって分かんないもんだって。みんななんでその分からないものを書こうとするのかなっていうのが僕は逆に言うと不思議ですね。だってその段階でまず負け戦でしょ。手が止まってる段階でだって無理なんですもん。だって分かんないんだもん。そう、自分でどういうものなのかっていうのが分からないものは絶対書かない。もうこれが絶対ですね、これ。